こんにちは、加藤です。デッサン用鉛筆っていうのをこんな風に長く削るっていうお話をこれまで散々してきたわけですけれども、デッサン用鉛筆削り器というのが実は出てたんですね。これ私10月くらいに知ったんですけれども、このアスカのデッサンメイト、芯が長く削れるデッサン用鉛筆削りについてお話していきたいと思います。削ってみたいと思います。やってみましょうね。昔の鉛筆削り器ってここに鉛筆を固定する、挟むなんかレバーがあった気がするんですが、これはね、中で固定されるように、外側に出てこないように作られているようです。で、回してみます。回していくと、鉛筆がこう吸い込まれていくような。なので、あえて押し込む必要はあります。これ新品のステッドラーなんですけど、何回転くらいだろう。なんか音変わってきましたね。今、はい。これで軽くなりました。で、軽くなってから逆回転すると出てくるっていうね。この逆回転で出てくるっていう機構が素晴らしいなと思うんですけれども、このくらいで見えるかな。非常に鋭く尖っています。ここのメモリで、いくつか段階選べるんですね。太いから細いまで。何段階だろう。1、2、3、4、5、6、7、8段階の一番細いに合わせて削ったのが、この先端、この削れ方なんですけど、これ芯の先細くなりすぎるので、HB よりも柔らかい鉛筆に関しては徐々に、これ太いの方にレベルを変えていった方が、鉛筆の太さに合った削れ方になると思います。2B は、レベルで言うと真ん中くらい、1、2、3、4、5くらいいってみたいと思います。で差し込んで回します。音変わってくるんですよね。と思ってたら結構早い段階で、今いい感じで削れてる感触ですね。でもう削れ終わりました。軽くなりました。軽くなったら、逆回転、3回転くらいするとね、結構出てきちゃうんですね。8段階のうちの5くらい、ちょうど中間よりもちょっと細いくらいの削れ方がこんな感じです。2B。じゃあ今度 4B はもうちょっとね、太いでいってみたいと思います。はい、奥まで差し込んで、音をこう確認しながらですね。今木の部分から芯の部分に移行しましたね。で、今芯を削ってる音がすぐしてます。なんだけど、そうなったかなと思うともう削り終わりです。で、逆回転。こんな削れ方をしています。レベルの方は、この辺ですね。太いから2番目。8段階のうちの2ですね。2レベルあたり。で、削ると 4B で、こんな感じになります。まずこんな感じで、全部をね、12本セットになってるんですけれども、4H から 6B まで、ちょっと削ってみたいと思います。はい。じゃあ、ちょっとストップウォッチで測ってみましょう。次 2H を削り終わるまでに、何回転何秒くらいかかるんでしょうね。はい。今ですね、だいたい20回転くらいしたかな。10秒くらい。適正なスピードで、この音と感触を感じ取りながらですね、削っていく分には結構綺麗に折れずに削れてくれています。お見せしましょうね。こんな感じ。これでピント合ってるかな。芯の先端きっちり削って、太さ、細いから太いまでちょっとずつ変えてるんですけれども、こんな感じで削り終わりました。さて、今回私この画期的な早く削れる鉛筆削り紹介するにあたって、鉛筆の削れ方、芯の尖り方についてもうちょっとね、深掘りしたいなと思ってるんですけれども、これ実は形状がデッサンにじゃあ最適向いているのかっていうと、私実はね、そうは思ってないんですよ。どういうことかっていうと、鉛筆の先端、この芯の先端がちょっとね、テーパーしてるんですね。こんな感じにテーパーして削れる。つまり、平らな紙に対して鉛筆を当てた時に、
こういう平らな紙に鉛筆を当てた時に、先端とその次に当たるのが、この木の削れ始め、根元で、真ん中がちょっと浮くんですよ。テーパーしているせいで、ちょっと浮くんですね。なので、鉛筆の芯を長く紙に密着させようと思うと、ちょっとこの部分のね、角度がね、気に入らない。使いにくいわけです。というわけで、私はこの鉛筆削り器で削った後で、このね、木の部分の根元部分、ここもうちょっと削ってあげる。カッターで削り足してあげて、芯の先端もよく見ると尖っているようだけれども、先がね、こうカクンとなってるんですね。で先も、紙やすり何かでちょっと尖らせてあげる。先端の処理とこの鉛筆の木の根元の部分を調整してあげる。それが必要になると思います。カッターを使って私も手で研いでみました。手研ぎ、手削りだとこんな感じ。これが私の通常カッターを使って削る時の削れ具合というか尖らせ方、こんな感じです。ちょっと比較してみましょうか。こっち側、こっち側が鉛筆削り器で削ったやつ。で、こちら側がカッターで削ったやつ。芯の形状が若干違うのと、あと木の部分ももう少し長く削ってるかな。根元の部分、この付け根の部分ですね。もうちょっと長く木がいっぱい出てるような削り方を私はしています。比較するとこんな感じ。で、先ほど言ったように、この鉛筆削り器で削った方も少し調整してみたいと思います。さて、じゃあちょっとね、鉛筆削り直すというか、調整してみたいと思います。どうしよう。HB から行きましょうか。この状態だと、こうやって当てた時に芯の側面が紙に密着しないんですよね。なので、この部分と先端をちょっと調整します。あと、紙やすりも用意しましょう。はい、紙やすりはこれ、プリングルスのいつものやつですね。では、木の部分ちょっと削っていきますね。こんな感じで、この部分、木の付け根の部分、もうちょっとだけね、角度をつけて紙に密着できるように、こんな風に削っておきます。この部分の尖ったところを取ってあげます。さあ、どうでしょう。こんな感じ。これでもうちょっとね、寝かせて使うことができる。と同時に、この芯の付け根の部分をちょっとだけ調整しましょうね。この部分。一律、鉛筆削り器だと一律でめくり上げるというか削ってるんですけれども、芯が大体同じ長さで1センチちょっと出るような感じで、もう少しこの部分、木の部分を剥いてあげるというか削り取ってあげます。こんな感じ。はい、こんな感じで。でね、先端をよく見ると、見えるかな？先端がね、こういう形状になってるんですね。こう先端が尖っていなくて、鉛筆の芯の先がこういう風な感じになってるんですね。で、ここから木が始まって、で、ここが鉛筆の本体。極端に言うと、こういうテーパー状になってるんですね。こういうテーパー状。こういうテーパー状。なので、この部分を削り取ってあげる。ここを削り取ってあげる。ここが、左右のここを削り取ってあげて、あと先端を尖らせてあげる。先端はこの紙やすり。プリングルス使います。これでぐるぐる。もうこの程度ですごく尖ります。この部分ですね、先端ですね。ただ問題はここがちょっと汚れるというね。これはちょっとやり方工夫した方がいいですね。今これ HB なんですけれども、こんな風に寝かせて、腹を使って幅の広い線が引けるようにするためには、この木の部分と先端をちょっと調整してあげると、より良くなります。はい。じゃあ他の鉛筆もちょっと調整してみましょうか。この部分、もうちょっと削り取ります。冬はね、この静電気でね、カッターにくっついてくるんですよね。へばりついてて削りかすの。薄くスライスしたのがね、くっついてきちゃうんですけど、はい、こんな感じで。根元付け根の部分とこの部分調整しました。で、先がまだこうやって四角くなっているので、紙やすりで削ってあげます。こんな感じ。ちょっと周りがやっぱり黒くなっちゃった。はい、こんな感じで。で、
でも、鉛筆削り器があるおかげで、鉛筆本体全体を削る時間が相当短縮できるので、これ受験生なんかも必須ですね。一人一台持ってた方がいいアイテム。これだけ時間短縮できると、制作する時間使えるんで、削ってる時間がこれだけ減らせるのは、すごいメリットです。こんな感じ。まずね、木の付け根の部分、どんどん削っていきます。この部分だけ。目的は、鉛筆を寝かせて使おうとしたときに、紙に触れないように角を落とす、そういった作業です。こんな風に斜めに鉛筆を紙に密着させられるように、付け根部分を落としてあげて、あとは芯の先端、ちょっと不揃いになっているところを抜いてあげるというか、爪で言うと笹抜けっていうのは、この爪の甘皮の部分を取ってあげる作業ですね。本当にこの程度でいいと思うんですけど、差が出ます。寝かせられる角度が変わるんですよね。ちょっとした気遣いなんですけれども、やるやらないで、鉛筆の性能が変わるので、ぜひ皆さんね、鉛筆削り器で削ったままにしておかないで、ちょっと一手間加えて、性能をアップしてから書き始めるのをお勧めします。本当この程度、こんな感じです。それでもね、全部を自分で削るのに比べたら相当短い時間で鉛筆を仕立てることができますので、おすすめです。鉛筆削り器、デサイン鉛筆削り器&カッターでの最終調整。この程度の、こんな感じですね。慣れてくると結構速くなりますね。はい、こんな感じです。どうでしょう。全部を手削りしたのと比較してもそんな遜色ない仕上がりになると思います。はい、こんな感じ。ね、結構手削り、引けを取らないというか、結構近い感じに。2B だと、これさ、これ私がさっき手で削ったやつなんですけれども、見た感じそんな変わらない。だいぶ変わるか。芯がもうちょっと、私の場合は結構長めに出してますね。鉛筆削り器の方が芯がそんなに長く出ていない。そんな差はありますね。はい、こんな感じです。やっぱりね、この先端がね、尖ってないと四角くなってるんですよね。これは後で紙やすりで調整してあげましょう。あとね、この木の部分どこを削るのかっていう話なんですけど、私は結構この六角形の角を落とすように削ることが多いですが、別にこの削り方のね、模様というか形状が揃ってなくても、ちょっと歯みたいな、歯茎みたいな形なんですけど、揃ってなくても特に気にしなくていいと思います。単純に好みの問題で、私は角を重点的に削っているっていう、こういう削り方してますけれども、どこの部分を丸く削りたがる人も多いんですね。角だけじゃなくて、全体がちょうど鉛筆削り器で削った時みたいに丸くなるように削りたがる人も結構いますので、その辺は自分の好きな形状に整えて仕立ててあげてください。私はこんな感じかな。最後、6B を削って、ちょっと見てみましょうね。はい、こんな感じ。ちょっとね、斜めになって寝かせて使うことができるようになる。ただ先端は、四角く尖っていないので、これは調整が必要。ちょっと手順の上掃除します。はい、それではね、鉛筆の先端調整するのに、普通の紙やすりも用意してみました。400番の紙やすりなんですけど、この先端部分尖らせるのに、こんな感じで、回しながらですね、軽くやすりがけしてあげます。この程度。ぐるっと一周。あと紙の上でちょっとこうやって調整してあげると、先端がこんな風に綺麗に尖らせることできると思います。はい。では今日はこれがアズミックスの鉛筆削り器で削って整えた鉛筆と、あとは手で尖らせた鉛筆の比較。それからプラス鉛筆削り器だけではどうしても調整しきれない部分を後でカッターと紙やすりを使って調整した鉛筆の比較解説動画でした。今日の動画は以上になります。あ、そうだ。まだ100作品高評会の募集をしています。あと12作品ほどなんですけれども、自分の書いたデッサン作品を公表してもらいたいという方は、この下の概要欄に詳細貼っておきますので、そちらから連絡をください。それでは今日の動画は以上になります。また次の動画でお会いしましょう。さよなら。